厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのナコです。今日は音楽史に革命を起こした学生ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンをご紹介します。ベートーベンは後の音楽家たちに最も影響を及ぼした作曲家とも言われています。この動画ではベートーベンの激動の人生と素晴らしい名曲の数々を詳しくご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンは1770年、ドイツのボンという町に生まれました。当時ボンを治めていたケルン選定公のマキシミリアン・フリードリヒはオペラや演劇を推奨し、啓蒙主義文学をボンに普及させていました。ベートーベン一家は代々このボンで音楽を生りにしてきました。ベートーベンの祖父はボンの宮廷楽長を務めるバス歌手で、ベートーベンの父も宮廷テノール歌手でした。そんな音楽一家に生まれたベートーベンは6歳の頃から父に音楽教育を受けて育ちます。当時ヨーロッパ音楽界を席巻していたのは、幼い頃から神童として名を馳せていた天才音楽家モーツァルトでした。ベートーベンの父は息子を第二のモーツァルトとして育てようとし、手段を選びませんでした。音楽教育は非常に厳しく虐待に近いものだったそうです。またベートーベンを世間に神童として知らしめるために7歳の年齢を6歳と偽って公開演奏会デビューをさせました。そのため周囲はもちろんベートーベン本人も長らく本当の年齢を知らずにいたそうです。さらに父はベートーベンに自分からだけではなく多くの一流音楽家たちから音楽を学ばせました。数々の音楽家たちから手ほどきを受けたベートーベンは特にオルガンやクラビーヤの即興演奏で才能を示します。そして10歳の頃には教会のミサでオルガン奏者を務めるほどの腕前になっていました。ちょうどその頃幼いベートーベンにとって重要な出来事がありました。クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェとの出会いです。ネーフェは作曲家、名オルガニストとして知られる人物でした。ベートーベンはネーフェからクラビーヤやオルガンの奏法、通奏低音法や作曲法などを学びます。ネーフェの下で改めて体系的に音楽の学びを深めたことで、ベートーベンは演奏の技術をめきめきと上達させていきました。そんなベートーベンをネーフェも非常に高く評価していました。ネーフェはボンの宮廷オルガニストに就任して以降多忙を極めていたため、重要な場面で何度もベートーベンに自分の代役を任せました。またベートーベンの作曲した曲を出版させるなど、幼い教え子にたくさんのチャンスを与えたのです。ベートーベンの演奏を聴いていない人に向けては文章で才能を伝えようとしました。音楽雑誌マガジン・デ・ア・ムジークに匿名でベートーベンの学祭を紹介するこんな記事を寄稿したのです。ベートーベンは11歳ながら有望な才能の持ち主だ。クラビーヤを巧みにかつ力強く演奏し、初見思想にも優れている。バッハの平均律クラビーヤ曲集を弾きこなしている。成長を続けていけば必ず第二のモーツァルトになるだろう。13歳になったベートーベンはボンの宮廷でオルガン助手を務めることになります。ベートーベンがオルガン助手に就任した2ヶ月後、ボンに啓蒙主義文学を広めたフリードリヒ選定公が亡くなり、後任にマキシミリアン・フランツが任命されました。そしてこの2ヶ月後、ベートーベンはフランツ選定公から宮廷第2オルガニストに任命されます。このフランツ選定公はハプスブルク帝国のフランツ一世とマリア・テレジアの末っ子で、熱狂的なモーツァルト信者でもありました。そのため第二のモーツァルトと噂されるベートーベンに大きな期待を寄せていたのです。1787年には16歳のベートーベンをモーツァルトに学ばせるためウィーンへ派遣しました。しかしこの頃モーツァルトは多忙を極めており、ベートーベンもウィーンにいたのは2週間程度だったため、ベートーベンがモーツァルトからレッスンを受けた可能性は極めて低いようです。ベートーベンがウィーンを2週間ほどで去った理由は母親の健康状態の悪化でした。ウィーンに到着して間もなく母の重体の知らせを受けたベートーベンは予定より早く帰国せざるを得なかったのです。しかしその回虚しく母は帰らぬ人となってしまいました。妻を亡くした父は働く気も失い、アルコールに溺れる日々を過ごすようになります。ベートーベンはなんと16歳で父や弟たちを経済的に支えることになりました。
宮廷第二オルガニストとして働く傍ら、貴族の子供たちにピアノを教えて家計を支えたのです。さらに18歳頃からはオーケストラのビオラ奏者としても活動し始めます。ベートーベンは学ぶ意欲も高く、友人のアントン・ライヒャと共にボン大学に聴講生として入学し、哲学や文学、芸術史を学びました。そして21歳の夏、ベートーベンはある大作曲家と出会います。巨匠フランツ・ヨーゼフ・ハイドンです。ベートーベンはボンに立ち寄ったハイドンに紹介され、自作のカンタータを披露しました。ハイドンはベートーベンの才能を見て、フランツ選定校にベートーベンをウィーン留学させるのが良いと推薦したのです。こうしてベートーベンはハイドンに弟子入りする形で1年間ウィーンに向かうことになりました。ベートーベンは非常に社交的で、たくさんの友人に恵まれていたので、送別のパーティーが何度も行われたようです。1792年22歳を前にしたベートーベンはウィーンに到着するや否やハイドンから大砲のレッスンを受けました。しかし多忙なハイドンから直接指導を受ける機会は少なく、ベートーベンはハイドンに隠れて他の師匠たちからのレッスンも受けていました。さらに作曲の勉強だけではなく演奏活動も熱心に行いました。特にモーツァルトの最大の理解者の一人だったカール・リヒノウスキー公爵のサロンでは定期的に演奏を披露していました。1791年にモーツァルトを亡くしたリヒノウスキー公爵は即興演奏の名手として頭角を現していたベートーベンを気に入ります。そして自宅のお抱え学士として自らの所有する物件に住まわせたのです。ベートーベンの技巧的で個性的な演奏はウィーンの名門貴族や文化人たちを虜にしました。様々なサロンに呼ばれるようになり、ベートーベンはウィーンでも一躍有名なピアニストになったのです。ウィーンに来て早々に生活を安定させたベートーベンはボンから2人の弟を順次ウィーンに呼び寄せました。実はベートーベンがウィーンに来て1ヶ月ほど経った頃、父が亡くなっていたのです。ベートーベンはウィーンの貴族たちとのコネクションを使い、弟たちに就職を斡旋しました。こうして家族の心配もなくなった25歳のベートーベンは、1796年、リヒノウスキー公爵と約5ヶ月間のヨーロッパ旅行に出かけます。プラハやドレスデン、ライプチヒやベルリンなど、様々な土地で即興演奏や自作曲を披露し、国王や選定公、貴族たちからたくさんの褒美を与えられました。この旅行をきっかけにピアニストとして名を馳せていたベートーベンは作曲家としての活動に比重を置くようになります。初期の傑作ピアノソナタ第8番悲愴もこの旅行の翌年から作曲されました。この頃のオーストリアはフランスのナポレオン軍の侵攻により各地で戦闘状態になっていました。ベートーベンはウィーンの義勇軍のための愛国的な曲、ウィーン市民への別れの歌とオーストリア戦闘の歌を作ります。この2曲はすぐに出版され、愛国心が高まっていたウィーンの人々に歓迎されました。こうしてベートーベンはウィーンで新進気鋭の作曲家として知られていったのです。作曲家ベートーベンに周囲からの期待も高まります。当時ピアノの名手でもあるベートーベンがピアノの曲を書くのは当然とされていて、一流の作曲家として名を挙げるためにはオペラや交響曲のようなオーケストラ曲を書くことが必要でした。そこでベートーベンは1799年からモーツァルトのライバルとしても知られるイタリアオペラの大家サリエリにイタリア語歌曲を学び始めました。そんなベートーベンをまたもリヒノウスキー公爵が支援してくれました。ベートーベンに年金を支給することにしたのです。
これまで貴族のサロンのために曲を書いては演奏するというルーティンを繰り返してきたベートーベンにとって、年金の給付は腰を据えて対局に取り組むきっかけになりました。ベートーベンはこれまでスケッチでとどまっていた交響曲の作曲に精を出します。そして自主開催の演奏会を開き、公式には初めてとなる交響曲を披露しました。それがこちらの交響曲第1番です。この初演はウィーンで頭角を現していたベートーベンの初めての演奏会ということで、大きな注目を集めていましたが、評判はいまいちでした。それでもベートーベンは傑出したピアニストとして相変わらず引っ張りだこでした。弟子入り希望者が後を絶たず、その中にはベートーベンが愛したジュリエッタという女性もいました。身分違いの恋と分かっていたベートーベンは多くを望みませんでしたが、ジュリエッタにいくつかの曲を献呈しています。こちらの名曲、ピアノソナタ第14番月光もその一つです。ウィーン屈指の人気ピアニストの地位を確立していたベートーベンですが、この頃には作曲家の道を選ぶことを決めていたようです。そして不発に終わった交響曲第1番の初演から1年後の1801年、ある人気作を生み出します。それがバレエ音楽プロメテウスの創造物です。この作品には厳しい批評も残っていますが、舞台は1801年に14回、1802年に13回も上演され、音楽のピアノ編曲版は異例の速さで出版も決まりました。作曲家を志したベートーベンにとって嬉しいヒットでしたが、実はこの頃、ベートーベンは深刻な問題と対峙していたのです。それが難聴でした。音楽家として重要な聴力がゆっくりと衰えていったのです。30歳を過ぎたベートーベンはライバルたちに弱みを見せてはならないと難聴を隠しながら生活していました。もともと社交的なベートーベンでしたが、病を悟られないように人を避けるようになります。その態度が誤解され、頑固で人間嫌いな人物だと批判され始めました。苦しんだベートーベンは1802年の春、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットに移り静養します。夏の間には一人作曲にふけり、多数のスケッチを書きました。そして秋になり、そのハイリゲンシュタットから弟たちに向けた手紙をしたためました。これがハイリゲンシュタットの遺書と呼ばれるものです。そこに書かれているのはこんな内容です。私はここ6年ほど治る希望のない病に侵されている。私には耳の衰えを打ち明けることができなかったのだ。聴覚は音楽家にとって完璧でなければならないものなのだから。フルートの音色が、羊飼いの歌声が、隣の人に聞こえて私には聞こえないことがどれほど屈辱だったか。このことが私を絶望に追いやった。そして私が自分の人生を終わらせるまであと少しだった。そんな私を芸術だけが引き止めてくれたのだ。音楽家としての使命を果たすまでは死ぬことはできないと思えたのだ。死よ、
望む時に来るがいい。私はお前に勇敢に立ち向かうだろう。この手紙は遺書という名前で呼ばれていますが、苦悩を克服し音楽家として生きようとする決意表明のような内容です。ベートーベンはこの手紙を書き終えた直後、半年間滞在していたハイルゲンシュタットを後にし、多数のスケッチを抱えてウィーンに戻ったのです。年が明けた1803年、ベートーベンはエマヌエル・シカネーダからオペラの作曲依頼を受けます。シカネーダという人物は、モーツァルトのオペラ魔笛の台本作家でもあり、その初演でパパゲーの役を演じた役者でもあり、さらにはアンデア・ウィーン劇場を設立した人物でもありました。ベートーベンはオペラの作曲を引き受ける代わりに、アンデア・ウィーン劇場の座付き作曲家となりました。劇場の座付き作曲家には、演奏会を開催する権利が与えられます。そして1803年、ベートーベンは新作オラトリオ、オリーブ山上のキリストを発表します。この初演は大成功を収め、ベートーベンは32歳にして作曲家としての名声を手にします。しかしオペラの作曲の方は順調ではありませんでした。作曲家として有名になったベートーベンには、連日作曲依頼が舞い込み、オペラの作曲に向き合う時間が取れませんでした。また哲学や文学を学んできたベートーベンは、自分の気に入らない台本には曲をつけなかったのです。シカネーダは何度もテーマや台本を持ち込みますが、ベートーベンと合意ができずにいました。そうこうしているうちに、アンデア・ウィーン劇場からシカネーダが解雇されてしまいます。ベートーベンは一旦オペラの作曲を中断し、他の作曲に取り掛かることにします。その中の一つが、ベートーベンが得意とするピアノソナタでした。1803年の夏、ベートーベンの元にグランドピアノのプレゼントが届いたのです。これは難聴に落ち込んでいたベートーベンを心配した友人ライヒャの計らいでした。そのピアノはパリのピアノ製作者エラールが作った新しいグランドピアノでした。当時では広い5オクターブ半の音域を持ち、幅広いダイナミックレンジを持つピアノでした。この新しいピアノの特徴を生かして作曲したのが、ピアノソナタ第21番バルトシュタインです。そして交響曲の作曲にも取り掛かりました。ベートーベンは作曲中の3番目の交響曲にボナパルトというタイトルをつけていたそうです。ボナパルトというのは言わずと知れたフランスの将軍ナポレオン・ボナパルトのことです。一士官から名を挙げたナポレオンは自由平等博愛の精神を持つフランス革命を象徴する人物として敵国であるドイツ・オーストリアの人々の間でも高い人気を誇っていました。若い頃から啓蒙主義に触れてきたベートーベンもナポレオンに新時代の幕開けを期待していたようです。しかしその期待が裏切られます。1804年、ナポレオンは自らを皇帝と称し、戴冠式を行ったのです。ベートーベンはこの交響曲の出版時にはタイトルをボナパルトからエロイカ、英雄に変更し、ある英雄の思い出のためにと書き添えました。この交響曲第3番は非常に個性的で長大で力強い交響曲だったため、当時のウィーンでは斬新で難解に感じる人も多く、賛否両論を巻き起こしました。オペラの作曲を中断したベートーベンでしたが、引き続き魅力的な台本を探していました。一度アンデア・ウィーン劇場を解雇されたシカネーダも半年後には芸術監督に電撃復帰していたため、ベートーベンもオペラ作曲の契約を果たしたいと考えていました。こうして作られたのがオペラレオノーレ序曲です。
かしこのレオノーレの公開初日の1ヶ月前のことでした。ナポレオン軍がドイツウルムを陥落させるという大事件が起こったのです。ナポレオン軍はさらに侵攻を進め、ザルツブルクにまで到達しました。侵略の恐怖に怯えるウィーンの貴族や商人たちは一斉にウィーンを離れ避難したのです。そしてフランス軍はとうとうウィーンを制圧してしまいました。こうした中で行われた初演は悲惨なものでした。ウィーン市民はほとんど劇場に来られず空席が目立ち、いる観客もフランス兵がほとんどでした。結局ベートーベン自らの判断でたった3日間で公演を打ち切ることが決まったのです。しかし売れっ子のベートーベンには引き続き多くの作曲依頼が来ていました。その中には名曲バイオリン協奏曲の依頼もありました。ちょうど同じ頃にベートーベンはある人物と交流し始めます。それがムツィオ・クレメンティでした。クレメンティはロンドンで活躍していたイタリア人鍵盤楽器奏者でもあり、楽譜出版と楽器製造の会社を経営する人物でもありました。クレメンティはウィーンで最も注目を集める作曲家ベートーベンの作品をロンドンで出版しようと計画していたのです。1807年36歳のベートーベンはクレメンティ社と契約をします。その4日後に初演されたこちらの曲もクレメンティ社から出版されました。クレメンティ社と契約をしたベートーベンは各国の楽譜出版社からさらに注目を集める存在になりました。様々な作品の出版計画が複数の会社で持ち上がり、大忙しとなったのです。1808年、ウィーンの宮廷劇場のとあるルールが変更になりました。収益が目的の演奏会を行う条件として、チャリティーコンサートに出演をしたり、作品を提供したりという実績が必要になったのです。ベートーベンはチャリティーコンサートに1年ほどの間で4回関わりました。この貢献が認められ、1808年12月に自主演奏会を開催することになりました。そこでは2曲の傑作交響曲が初演されました。一つが今流れている交響曲第5番運命です。この曲は交響曲史上稀に見る激しい旋律とリズムが印象に残る大傑作です。交響曲史上初めてトロンボーンが使われるなど、独創性の高さも当時の聴衆を驚かせました。そしてもう一つはこちらの交響曲第6番田園です。こちらの作品は従来の4楽章制ではなく5楽章制で作られていて、楽章と楽章の間を切れ目なく自然に演奏する方法を取るなど、運命とはまた異なる新しさを持った交響曲でした。しかしこの素晴らしい2曲の初演があったにもかかわらず、この演奏会は大失敗に終わったのです。その理由は演奏会の最後の演目、合唱幻想曲でした。本番ではリピートをしないと決めていた箇所をピアノのソリストとして演奏していたベートーベン自らが繰り返してしまったのです。
会場には不協和音が響き渡り、ベートーベンが大声を上げてやり直しを指示する始末になってしまいました。この失敗にベートーベンは大きなショックを受け落ち込みました。この頃、カッセルの第一宮廷楽長という好条件のオファーを受けていたこともあって、ベートーベンはウィーンを離れたいと考えるようになります。これを知ったウィーンの貴族たちはざわめきました。そしてベートーベンを引き止めるため、ルドルフ大公、ロプコビツ公、キンスキー公爵の3人の貴族がベートーベンに年金を支給することを決めたのです。ベートーベンはこの魅力的な条件を受け、1809年ウィーンに留まることにしました。しかしこの年、ウィーンは波乱の1年となります。オーストリアがフランスに宣戦布告したのです。そこからわずか1ヶ月でフランス軍はウィーンを完全に包囲しました。この第二次ウィーン包囲により、ウィーンはフランス軍からの激しい砲撃にさらされます。ベートーベンも郊外の弟の家に避難せざるを得ませんでした。この頃ベートーベンが作曲していたのがエグモント序曲です。エグモントはスペインの圧政に苦しむオランダの独立運動に基づく劇で、戦争に苦しんでいたベートーベンがその内容に共感して曲をつけたと言われています。宣戦布告から半年後、オーストリアはフランスと平和条約を結びます。ウィーンを離れていた貴族たちも少しずつ戻ってきました。その中にはベートーベンに年金を支給しているルドルフ大公もいました。実はベートーベンが作曲の弟子を取ったのは、生涯このルドルフ大公ただ一人で、経済的にだけでなく、ルドルフ大公が心の支えになっていたことも伺い知れます。そんなルドルフ大公の疎開と帰国に際して作曲されたのが、このピアノソナタ第26番告別です。この頃になるとベートーベンは1808年の演奏会の失敗にも向き合えるようになっていました。合唱幻想曲の失敗は自身の難聴によるものだと自覚していました。そこでベートーベンはピアノ協奏曲を自分以外のソリストがピアノを弾く想定で作るようになります。ピアノ協奏曲にはそれまでカデンツァと呼ばれる即興演奏部分があるのが通例で、それがピアノ協奏曲の醍醐味でもありました。しかし自分以外のピアニストによる演奏を想定していたベートーベンは、誰がどう弾くかわからないカデンツァではなくて、カデンツァ風の部分を作り、あらかじめ曲の構成の中に入れ込んで、作曲の意図が一切崩れないようにしたのです。それがこのピアノ協奏曲第5番、皇帝です。さて、これまで順調だったベートーベンですが、1813年42歳の頃に暗雲が立ち込めます。ウィーンは戦争によるインフレで物価が高騰していました。この影響でコンサートの開催もなかなか許可が下りず、演奏会用のパート譜を作成した多額の費用が回収できずにいました。
また年金支給者のキンスキー公が前年に事故で亡くなったため、年金の支払いが滞り始めます。同じく年金支給者のロプコビツ公も劇場の失敗で破産し、年金支給を停止してしまいました。さらにはベートーベンの弟が病に倒れ、職を失ってしまったのです。ベートーベンは弟一家のために借金に奔走しました。そんな最中、ある作曲の依頼が届きます。この年、スペイン・ビットリアの戦闘で、ウェリントン将軍率いるイギリス軍が、フランスのナポレオン軍に圧勝したことを受け、ベートーベンにウェリントン将軍を称える曲を作ってほしいという内容でした。ベートーベンはチャリティーコンサートで依頼された曲、ウェリントンの勝利あるいはビットリアの戦いを披露します。これは空前絶後の大ヒットとなりました。またこの曲だけでなく、同じ演奏会で公開初演された交響曲7番も高い人気を集め称賛されました。ベートーベンはこの翌年にも大ヒットを重ねます。それがフィデリオです。これは一度目のウィーン包囲の際に大失敗に終わってしまったオペラレオノーレ序曲を刷新した新しい序曲でした。1814年、フィデリオ序曲に差し替えて幕開けした舞台は大喝采となりました。しかし初演の収益はベートーベンにほとんど入らず、経済的に苦しかったベートーベンは後日自分の収益のための演奏会を開いたのです。それでもベートーベンの経済状況はあまり好転しませんでした。そこでベートーベンは作品の出版に力を入れることにします。一部の出版社には弟のための借金の型として無償で作品の出版権利を譲渡していたということもあり、ベートーベンの作品がヨーロッパに広く普及することになりました。しかしベートーベンが経済的に支え続けた弟は1815年ついに亡くなってしまいます。44歳のベートーベンは弟の息子のカールに愛情を注ぐようになりました。弟の遺言もあってベートーベンはカールの後見人となりますが、ここで反論したのが弟の妻であり、カールの母ヨハンナでした。もともとベートーベンは弟がヨハンナと結婚することに反対していたということもあり、ここからヨハンナとカールの後見人の座をめぐって裁判で争うことになります。その間にベートーベンの健康状態は悪化し、大作の作曲もはかどらなくなってしまいます。難聴も深刻になり、耳元で大声で話さなければ聞こえないほどになりました。一時はこの難聴を理由にカールの後見人として不適格だという判決も受けましたが、ベートーベンは諦めずに戦いました。そして弟の死から5年後の1820年の夏、長い裁判を経てベートーベンは勝訴を勝ち取ったのです。そこからは作曲の調子も少しずつ上がっていきます。
1822年にはロンドンのフィルハーモニー協会から新作の交響曲を作曲してほしいという依頼を受けました。ちょうどこの頃作曲に取り掛かっていたのが有名な交響曲第9番です。交響曲としては異例の合唱を用いたこの曲は会場選定やソリスト選び、合唱団集めやオーケストラの補強など様々な課題にぶち当たりながら1824年ようやく初演にこぎつけました。交響曲第9番の初演は熱狂的な大成功になりました。満員の客席からは揺れるほどの喝采と拍手が止まず、53歳のベートーベンはこれに応えて4回も舞台に戻りました。当時の慣習では皇帝を迎える歓声でも3回までであったことからも、いかに聴衆が熱狂していたかがわかります。4回目が終わってもなおアンコールを求める声が続いたため、警官が制止しなければならないほどでした。しかしこれだけの成功を受けてもベートーベンの経済状態は改善しませんでした。会場やオーケストラ、ソリストや合唱団、パート譜の制作者への支払いなどでほとんど利益が手元に残らなかったのです。この初演の後からベートーベンは創作活動に専念することになりました。特に弦楽四重奏曲の作曲に打ち込みます。しかしここである大事件が起こりました。1826年、甥のカールが拳銃自殺を図ったのです。カールは幼くして父を亡くし、自分の意思とは無関係に母ヨハンナと叔父ベートーベンが争う中で様々なフラストレーションとプレッシャーを感じていたのかもしれません。一命は取り留めましたが、当時自殺は神への冒涜とされ、事情聴取や教戒を受けることとなりました。この大事件をきっかけにベートーベンはカールと改めて向き合うことにします。そしてカールから軍人になりたいという希望を聞きました。カールが抱いていた将来の夢はベートーベンにとっては受け入れがたいものでした。しかしベートーベンはカールの希望を尊重し、入隊を支援することにしたのです。ベートーベンは陸軍元帥のシュトゥッターハイム男爵に掛け合いました。そして音楽愛好家のシュトゥッターハイム男爵に今流れている弦楽四重奏曲第14番を検定したのです。その回あってか1827年の年明け早々、無事にカールは入隊が決まりウィーンを後にしました。そしてその翌日、ベートーベンは遺言書を作成します。遺言には甥カールを遺産相続人にすることが書かれていました。この頃にはすでにベートーベンの体はあちこち蝕まれている状態でした。さらには麻酔薬のない時代に3ヶ月で4回もの腹水除去手術をして体力も日に日に衰えていきました。ベートーベン重体のニュースはヨーロッパ中に広まります。それでもベートーベンは一人ではありませんでした。たくさんの友人たちがたびたび見舞いに訪れてベートーベンのためにデザートやワインを用意しました。そして甥のカールからも見舞いの手紙が届きました。その手紙は僕の大切な父へという言葉から始まっていました。カールからの手紙を受け取ったわずか3週間後、ベートーベンは昏睡状態に陥りました。2日間生死をさまよい、3月26日、季節外れの雷が鳴り、窓の外に稲妻が走りました。するとベートーベンは昏睡状態から急に目を覚ましました。両目をカッと見開いて右手の拳を高く振り上げました。そしてその次の瞬間、ついに帰らぬ人となったのです。56年の生涯でした。ここまでベートーベンの人生と名曲を紹介してきましたがいかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに
こうした有名な作曲家の紹介や、クラシック音楽の歴史の解説、楽団や演奏家の紹介や、名曲の解説など、クラシックの入り口になる動画を毎週金曜日の夜8時に公開しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。来週はベートーベンが愛した女性たちについてご紹介します。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！